源氏物語2-2母木。次の朝、源氏はあまり妻の家へ行かないのも悪いと思って、久しぶりに左大臣の屋敷へ行った。この家は上流の完璧な屋敷だ。妻葵の上も完璧な女性で、全然個性が見えない。源氏は少し物足りないと思った。やがて従者が来て、今日はこちらは方角が悪いと言った。この時代、その日運が悪い方角があって、みんなそれを避けなければならなかった。従者は続けて、紀伊守の屋敷が都合がいいと言った。連絡すると、今父の家族と一緒に住んでいて、手狭だからお世話できないと紀伊守は言ったが、源氏は気にしないでその屋敷へ行った。紀伊守の屋敷はとても趣味が良かった。源氏は昨日の晩の話を思い出して、これが同僚たちが進めていた中流の個性が見えて面白い人々の暮らしかと考えた。確か紀伊守には若い独身の妹がいる。性格は良くないという噂だが、どの部屋にいるのだろう。源氏は耳を澄ませた。近くの部屋で女性の気配がする。開いている窓からひそひそと話す声が聞こえる。すぐに紀伊守がその部屋へ行って窓を閉めた。源氏は気になってその部屋の近くへ行った。女と子供の声がしている。よく似ているから姉と弟かもしれない。あの方は若い時に結婚したから、隠れて他の女性のところへ通っているという噂だよ。と男の子の声が言った。源氏はびっくりした。自分が藤壺を密かに愛していることをみんなが知っていて、こんなところでも噂になっているのだと思った。しかしよく聞くと、その話ではなかったから安心した。僕、顔を見たよ。噂通り、とてもきれいな人だった。そう。もう夜だから、私は見ることができないわね。女の方は、あまり興味がない言い方だった。もう暗いから、僕は寝るよ。と弟は部屋を出た。源氏は、紀伊守を呼んで聞いた。あの子は誰？ああ、あれは私のママ母の弟です。もともとは有力貴族の子でしたが、父親が急に亡くなりましてね。私の父とあの子の姉が結婚して、それで家へ来たんです。姉は高級に入る話もありましたが、身寄りがなくなってダメになりました。それで生活のために父と結婚したんですよ。ああ、その女性の話は帝から聞いたことがある。かわいそうな人だね。美人なの？ええ、まあそれは。
私より若い、きれいな母ですからね。息子の私があまり親しくするのも気が引けますよ。公職な父で困ります。と紀伊守は言った。源氏はその女性のことが気になった。みんなが寝て静かになっても、源氏は眠ることができなかった。さっき声がしていた部屋へ行って、襖を引くと、すぐに開いた。鍵がかかっていなかった。中では女が一人寝ていた。女は人の気配を感じて、次女が戻ってきたと思った。ところが、目を開けると知らない男がいたからびっくりした。怖がらないで。私はずっと前からあなたのことを思って、この機会を待っていました。と源氏は優しく言った。驚くほど美しい男がそう言ったから、女はすぐには何も言えなかった。ようやく、人違いです。と言ったが、その声は小さかった。いいえ、人違いじゃありません。恋する人を間違えるはずがないでしょう。少しだけ私の話を聞いてください。その時、どうしましたかと次女が来た。しかし、すぐに高貴な香りに気がついた。部屋に誰がいるか分かって、おろおろした。源氏は堂々と、明日の朝、迎えに来てください。と言って、次女を下がらせた。女の顔は青ざめて、額から汗が流れていた。源氏はかわいそうだと思ったが、説得できると考えた。しかし彼女は堅くなだった。私とあなたとでは身分が違います。あなたは私のような卑しい女はもてあそんでもいいと思っているのですか。なんてひどい人。それを聞いて源氏はちょっと反省した。しかしここで引き下がったら後悔すると思った。私は人々が噂するような浮気な男ではありません。初めてこんなに人を好きになったのです。身分の違いが何だというのですか。それほど私はあなたに夢中なのです。女は泣いた。私がまだ結婚していない時にその言葉を聞いたら、どんなに嬉しかったでしょう。でも、今の私は人妻です。もう恋はできません。帰ってください。私のことはもう忘れてください。それでも源氏は一生懸命口説いたが、女の考えは変わらなかった。やがて外が明るくなった。源氏は焦った。私は今夜のことを忘れることはできません。これからもあなたに気持ちを伝えたい。どうやったら手紙を受け取ってくれますか。女は答えなかった。しかし心は揺れていた。若くて美しい源氏から一晩中情熱的に愛されたことは正直嬉しかった。でもそれは正しくないことだ。身分が違う。何より自分は人妻だ。
彼女は年を取りすぎている夫を愛することができなかった。それで余計に自分が夫に不満だからこんなに美しい夢を見ているのかもしれないと恐ろしくなった。外で従者たちが何か言っている。次女の気配もする。源氏はこれ以上この部屋にいることはできなかった。あなたに伝えたいことがもっとたくさんあるのですが。諦めて部屋を出た。白くて細い月がなぜか悲しそうに見えた。それからしばらく源氏は彼女のことだけを考えていた。どうやって手紙を届けたらいいか。そうだ、彼女の弟を自分の屋敷に呼んだらいい。そう考えて源氏はすぐに彼女の弟小気味を従者として雇った。小気味は美しい源氏が自分を気に入ってくれたと喜んだ。源氏は小気味に本当と嘘を混ぜて話した。弟はすっかり信じて、苦しい恋をしている源氏をかわいそうだと思い、姉がひどいことをしていると思った。源氏は姉への手紙を小気味に渡した。小気味がその手紙を持っていくと、女は呆れた。あの夜のことは秘密にしたかったが、源氏は弟に全部話してしまったのだ。なんて恥ずかしいことだ。弟は返事をもらうまで源氏の屋敷へ戻ることができないと言った。だったら、お前は屋敷へ戻らなかったらいいでしょ。私は絶対に返事を書かないから。結局、いつも小気味は姉の返事をもらうことができなかった。源氏はがっかりして他の方法を考えた。ある日、また方角が悪い日に、今思いついたふりをして、また紀伊守の屋敷へ行った。その前に小気味が姉に手紙を届けて、源氏が会いに行くと知らせた。女は嬉しかったが、恋人気取りで喜ぶことはできなかった。それで次女の部屋へ引きこもった。小気味は姉を探してようやく見つけると怒って言った。姉さん、どうして隠れているの？また僕が役立たずだと思われるじゃないか。不倫の手伝いをするより役立たずの方がましでしょ。姉は弟を叱った。弟は泣きそうになった。私の方が泣きたい。と姉は思った。自分の気持ちは絶対に隠さなければならない。もう二度と源氏に会わない。そうしたらきっと彼はすぐに私のことなど忘れる。今源氏は私を身の程知らずの冷たい女だと思っているだろう。それでいい。とても悲しいけれど。小気味は姉のその態度を源氏に報告した。源氏は、もう自分が恥ずかしくなったよ。とため息をついた。信濃にある母木という木は、遠くから見たら確かにあるが、近くへ行ったら消えるという。私は母木に恋をしているのだ。はあ、私が愛する人には心がないのだ。優しいお前の方がよっぽど可愛いよ。源氏はそう言って
小君をそばに寄せた。